皆さんこんにちは。今回のトピックは Unity 6の Web サポートです。今回は Unity 6における Web プラットフォームの対応状況について解説します。まず本題に入る前に名前の変更についてちょっと触れておきます。今まで Unity では Web プラットフォームのことを WebGL と呼んでいました。アイコンには HTML5 と書いてあります。ちょっといろいろ混乱する要素がありますね。今後 WebGPU などの新しい要素が追加されるとさらに混乱しそうです。そこで Unity 6からはこれを単に Web と呼んでいくことになりました。この動画でもこれ以降は Unity Web や Web Target のような呼び方をしていきます。それでは Unity 6における Unity Web の変更点について触れていきましょう。まず大きなトピックはモバイルブラウザへの対応です。これまでの Unity Web ではモバイルブラウザを正式にサポートしていませんでした。Unity 2021まではモバイルブラウザで起動するとこのように警告ダイアログが表示されていました。この警告は Unity 2022で廃止されましたが、それでも正式サポートではありませんでした。ここに変更が加えられて、Unity 6からはモバイルブラウザを正式対応します。もちろん依然として古いデバイスでは動作が難しいこともあると思います。必要スペックは iOS では Safari 15以降、Android では Chrome 58以降となります。大雑把に言って5年前ぐらいまでの機種なら動くんじゃないかなという感じでしょうか。2つ目の大きなトピックは WebGPU への対応です。Unity 6では従来の WebGL に加えて WebGPU バックエンドが使用可能になりました。Graphics APIs で選択できます。まだエクスペリメンタルリリースの段階ですが、すでにかなり本格的に使える状態になっています。この WebGPU を使用することによってコンピュートシェーダーをはじめとする高度な GPU 機能へのアクセスが可能になります。具体的に WebGPU によって可能になることをいくつか挙げてみましょう。まず、コンピュートシェーダーが使えるようになります。これによって GPU リソースをグラフィックス以外の用途に使うことが可能になりますね。これに関連して VFX グラフや GPU スキニングのような Unity 上の GPU 機能も利用可能になります。特に VFX グラフについては前の動画でも触れましたが、高度なビジュアルエフェクトを Web 上でも使えるようになるわけですね。また URP の高度な機能も利用可能になります。例えば WebGL では URP のデファードレンダラーを使うことができませんでしたが、WebGPU では利用可能になっています。もちろんフォワードプラスレンダラーも利用可能です。なお WebGPU を使用するにはブラウザが WebGPU に対応している必要があります。今のところ Chrome や Edge は正式対応しています。モバイルの Chrome でも動作条件を満たせば問題なく動くのが素晴らしいですね。Safari ではまだデフォルトでは有効化されていないものの、オプションをオンにすることで動くようになります。具体的にはシステムセッティングスのSafari のフィーチャーフラッグスの中にあるWebGPU をオンにする必要があります。これで iOS18 や MacOS Sequoia では動作が可能になります。残念ながら iOS17 や MacOS Sonoma では互換性の問題があって動きません。つい最近出た最新版の OS から対応しているという感じですね。この WebGPU はぜひとも試してもらいたい機能ですが、現状はまだエクスペリメンタルリリースのため、機能を有効化するオプションは隠されています。プロジェクトセッティングスディレクトリの中にあるプロジェクトセッティングス .asset ファイルをテキストエディターで開いて WebGL Enable WebGPU を1に変更する必要があります。これでプロジェクトセッティングスの Graphics APIs で WebGPU が選択できるようになります。
この一連の作業は、この動画を作成している時点では必須となっていますが、近い将来不要になる予定です。このように様々なことが可能になった Unity Web ですが、現状できないことも存在します。その中でも特に注意すべき点をいくつか挙げておきたいと思います。まず一つ目は HDRP を使用できないことです。WebGPU では様々なグラフィックス機能が利用可能になりましたが、その WebGPU でさえ残念ながら HDRP の必要スペックを完全には満たしていません。将来的に解決される可能性もありますが、当面の間は使えないと考えてください。二つ目は C# スレッドが使えないという点です。これは Unity Web に古くから存在する制約の一つで、現在も解決できていません。実際にはブラウザ上でマルチスレッドを使うことは不可能ではなく、Unity でも Unity エンジン内部の C++ コードについてはマルチスレッディングが実現されています。ただ C# スクリプト上ではガベージコレクションとマルチスレッディングの両立が技術的に難しいことから今に至るまで解決できていません。これについてもまだ当面の間は使えないと考えてください。マルチスレッドは使用できませんが、コルーチンやアウェイタブルクラスを使った非同期処理は可能なので、なるべくそちらを活用していくということになります。さて最後にウェブサイトに Unity 6でビルドしたコンテンツをアップロードする際のコツについて触れておきたいと思います。今回この動画を作成するにあたって次の4つのホスティングサービスを試してみました。GitHub Pages、itch.io、Unity Play、Unity Room の4つです。まず一般的なコツになりますが、ウェブページのロード時間を減らすためになるべくビルドのサイズが小さくなるよう設定を調整していくことをお勧めします。最初に確認したいのは、プラットフォームセッティングスにあるコードオプティマイゼーションオプションですね。ここではディスクサイズ with LTO を選択することでサイズを最小化できます。ただしビルド時間はかなり伸びるので注意してください。開発中はショータービルドタイムを選択しつつ、デプロイ時は元に戻すなどの工夫が必要になると思います。次に考慮すべきはパブリッシングセッティングスのコンプレッションメソッドです。デフォルトでは gzip が選択されていますが、ここでブロットリーを選択することで圧縮率を高めることができます。ただし、ブロットリー圧縮を使用するには、Web サーバーがブロットリーに対応している必要があります。対応していない場合は、このデコンプレッションフォールバックをオンにしてください。ブロットリーの展開コードをローダーに内蔵することで、この制約を回避できます。あとは、コード最適化周りで、細々としたオプションがプロジェクトセッティングス内にあります。マネージドストリッピングレベルをハイにして、IL2CPP コードジェネレーションをファスタースモーラービルズにすると効果があるかもしれません。また、パブリッシングセッティングス内にあるターゲット WebAssembly 2023をオンにするのもいいかもしれません。これをオンにすると、ブラウザの必要スペックが上がりますが、コードサイズの削減と高速化が若干期待できます。小規模なサンプルプロジェクトで、これらのオプションの効果を測定してみました。一番左がデフォルトの状態で、右に行くに従ってオプションを有効化しています。最初は 15MB あったのが、最終的に 9MB にまで減っていますから、かなりの効果がありますね。中でも一番効果があったのは、ブロットリー圧縮の適用でした。デコンプレッションフォールバックをオンにした影響で、ローダーのサイズが若干増加していますが、トータルではかなり減っています。他のオプションはコードの量をいかに減らすかという機能であるのに対して、このオプションはデータ全体に影響を及ぼします。大規模なプロジェクトになるほど効果は高くなるはずです。できる限りブロットリー圧縮は使った方が良さそうですね。これらの基本的な設定を行った上で各種のウェブサイトにアップロードしてみました。まず GitHub Pages ですが、ブロットリー圧縮に対応していないため、デコンプレッションフォールバックが必要でした。それ以外は全く問題ないです。次に itch.io ですが、こちらは特に設定を調整する必要はありませんでした。ZIP ファイルに圧縮してアップロードするだけですね。
次に Unity Play です。これはご存じない方も多いかもしれませんが、Unity 社で運営しているサービスです。このサイトは一番利用が楽で、Unity 標準の WebGL パブリッシャーパッケージによって自動化されています。ビルド&パブリッシュボタンを押すだけで、アップロードまで全自動で行ってくれます。特に調整すべき点などもありませんでした。とりあえず Web 上にプロジェクトを公開したいという場合には、これが最も手軽かもしれません。最後に日本で人気のある Unity Room です。Unity Room ではファイル構成があらかじめ決められているため、プロットリア式を使うことができません。コンプレッションフォーマットは gzip を選ぶ必要があります。デコンプレッションフォールバックもオフにしてください。その他の設定はいじらなくても大丈夫です。このようにどのサービスもそれほど大きな違いはなく利用可能です。コンプレッション関係のオプションで若干の調整が必要になる程度ですね。WebGPU を利用したビルドも全てのサービスで問題なく起動することができました。ぜひ Unity 6の新機能を活用して新たな Web コンテンツを開発してみてください。今回はこんな感じで Unity Web について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか？実は僕個人としては Unity の Web プラットフォームというのは今まであまり使ってない機能でした。グラフィックス関連の機能の制約が、ちょっと厳しすぎる気がしていたんですよね。それが今回 WebGPU に対応したことによって格段に可能性が広がった気がします。モバイルで動くというのも衝撃的ですよね。Web は、制作物を多くの人に体験してもらうには最適なプラットフォームだと思います。Unity 6でさらに使いやすくなった Unity Web をぜひ活用してみてください。今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。